はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。ここからは J 実習を絡めして北海道旭川市からオーストラリアの大都市メルボルンに旅行に行った動画のパート5です。皆さん、オーストラリアのナショナルフラッグキャリアを知っておりますか？その答えはカンタス航空です。カンタス航空はメルボルンから成田空港への直行便を運航しております。メルボルン空港にはカンタス航空のラウンジがありましたので、今回同じワンワールドアライアンスの日本航空の上級会員の私がお邪魔しております。それ以外にメルボルン空港から成田空港、羽田空港から北海道の真ん中旭川空港まで日本航空 JAL を利用した模様などにつきまして紹介したいと思っております。 4K 映像かつ二重原稿の字幕を歯車マックから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。パート1の動画では北海道の真ん中旭川空港から羽田空港、その後成田空港からオーストラリアメルボルン空港まで合計区間マイル5667マイル、距離で約 9118km を移動しております。それ以外には成田空港第2ターミナルの JAL ラウンジや要害情報につきまして紹介させていただいております。パート2の動画ではメルボルンから約4時間で行きますオーストラリア最大級のスキー場マウントプラについて紹介しております。パート3の動画ではメルボルン市内観光と人気のハンバーガーショップやステーキレストランなどにつきまして紹介しております。パート4の動画ではメルボルン郊外の人気ワイナリーでありますヤラバレーや南半球で一番高い展望台からの夜景などにつきまして紹介しております。私は過去にベトナムの首都ハノイやベトナム最大の都市ホーチミン、タイの首都バンコク、マレーシアの首都クアラルンプールを旅行した動画を作成しております。これらの動画を見ていただければ旅行に行った気分になれるかと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。この日午前7時20分発の便に乗る予定でしたので、宿泊しておりましたホテルを午前3時頃にチェックアウトしました。メルボルン市内からメルボルン空港までの距離は約 23km です。私はこの時配車アプリの Uber を利用しましたが、乗車料金が45オーストラリアドル、日本円で約4500円でした。ちなみにスカイバスを利用した場合、片道22オーストラリアドル、日本円で約2200円です。はい、それではメルボルン空港に向けて出発したいと思います。動画時間の都合上、メルボルン空港までの様子を約1分間で紹介しております。ここから高速道路に入りました。しばらくの間ナレーションを入れませんので、ドライブ映像をお楽しみください。メルボルン市内から配車アプリの Uber を利用して所要時間約30分でメルボルン空港に到着できました。はい、それではメルボルン空港の中に入っていきたいと思います。私はこちらで搭乗する予定の便の出発時刻と JAL のカウンターの場所を確認しました。私が搭乗する便は午前7時20分発日本航空 JL774 便でした。チェックインカウンターが D でしたので、そちらに向かいました。搭乗手続きは出発3時間前の午前4時20分からできました。私はファーストクラスチェックインカウンターでチェックインをしました。チェックインをした後、出国審査場に行きました。メルボルン空港で日本航空 JAL の上級会員が利用することができますラウンジは JAL 指定ラウンジになっておりますマルハバラウンジ、それ以外には日本航空と同じワンワールドアライアンスの航空会社でありますカンタス航空のラウンジも利用することができます。こちらはプライオリティパスで利用することができる施設をお示ししております。ラウンジやレストランなどたくさんの場所で利用することができます。ただ私が搭乗した便が早朝でしたので利用ができる施設は限られておりました。
私は出国審査を無事に通過した後、免税店があるエリアを歩きました。私が歩いた時は早朝でしたので、オープンしていないお店もありましたが、高級ブランド店がたくさんありました。高級ブランド店があるエリアを過ぎますと、人が並んでいるカフェがありました。こちらのカフェは午前5時から営業しておりました。そしてプライオリティパスを利用することができるんです。プライオリティパスを利用した場合は36オーストラリアドル、日本円で約3600円分無料で食事をすることができます。こちらの動画に映っておりませんが、このカフェでパンとドリンクを食べました。この後他にプライオリティパスを利用することができるレストランに行ってみました。右に見えますこちらのレストランはプライオリティパスを利用することができるようですが、早朝には営業しておりませんでした。こちらのレストランは早朝のジャル便でも間に合うそうです。このレストランは創作オーストラリア料理のレストランです。今回私は時間がなくて食べれませんでしたが、こちらのハンバーガーはとても美味しかった印象があります。お示ししておりますメニューは朝食時間帯のメニューになります。メルボルン空港第2ターミナルで日本航空の上級会員が利用することができるラウンジで、最初に紹介させていただくラウンジはマルハバラウンジです。マルハバラウンジは後で紹介させていただきますカンタス航空ファーストクラスラウンジの反対側にありました。マルハバラウンジは日本航空指定ラウンジでありながらプライオリティパスでも利用することができます。日本航空 JAL の上級会員並びにビジネスクラス利用の乗客なども利用することができます。受付した後、ラウンジの中を紹介したいと思います。ゆったりとくつろげそうなソファーもたくさんありました。ダイニングエリアのドリンクや料理を撮影しましたのでご覧ください。ドリンクはソフトドリンクやアルコールなどもありましたし、料理の種類もたくさんありました。この後にカンタス航空のラウンジに行く予定でしたので、こちらでは少し食べました。オムレツはチーズが入っておりまして美味しかったです。リンゴのお酒を飲んだんですが甘くてこちらも美味しかったです。メルボルン空港第2ターミナルで日本航空の上級会員が利用することができるラウンジで、次に行ったのはカンタス航空ビジネスクラスラウンジです。こちらのラウンジはシンガポール航空のシルバークリスラウンジの反対側にありました。こちらのラウンジはオーストラリアのナショナルフラッグキャリアでありますカンタス航空のラウンジです。同じワンワールドアライアンスの日本航空 JAL の上級会員も利用することができるんです。おじさん、ラウンジの中を撮影してみました。こちらのラウンジはとても広かったですね。ダイニングエリアは奥にありました。朝食の時間でしたが、さまざまな料理並びにドリンクがありました。こちらのラウンジでもベーコンやソーセージ、フルーツなどを食べましたが、どの料理も美味しかったです。最後に紹介するラウンジはカンタス航空ファーストクラスラウンジです。こちらのラウンジはカンタス航空の最上級会員やファーストクラスの乗客だけでなく、同じワンワールドアライアンスの日本航空 JAL のダイヤモンド JGC プレミア会員も利用することができます。カンタス航空ファーストクラスラウンジの中の様子です。一つのソファーが大きかったですね。テレビもあってスポーツ中継なども見ることができます。奥にダイニングエリアがありました。こちらは私がお邪魔しました2023年8月の朝食メニューです。さまざまなメニューをオーダーすることができましたが、私は赤色の枠の料理並びにカクテルを注文しました。エッグベネディクトとサーモンの料理はチーズと卵の甘みがマッチしておりまして美味しかったです。カクテルは
タバスコとペッパーが入っていたんですが、あまり美味しくなかったので他のドリンク注文すればよかったですね。わしはラウンジ巡りをした後、12番搭乗口に向かいました。動画時間短縮のため再生速度を上げております。12番搭乗口の前にはたくさんの乗客が待っておりました。今回私しかワンワールドエメラルド会員がおりませんでしたので、事前改札対象の乗客以外では一番乗りで搭乗することができました。私が座った座席はこちらのエコノミークラスの座席でした。これからメルボルン空港午前7時10分発成田空港行き両国 JL774 便離陸します。この模様につきまして音声も入れておりますので、景色と音声でお楽しみください。メルボルン空港を出発して10分ぐらいで座席の個人モニターの映像を見ることができました。わしはフライトマップを見るのが好きなんですよね。オーストラリアメルボルン空港から成田空港までの区間マイルは 5091 マイルです。距離は約 8191km です。この路線は長距離路線ですので機内食が2回出ます。和食と洋食の機内食から選択することができました。私は和食が食べたかったので鶏の照り焼きを選択しました。飛行機の巡航速度が時速 903km、 成田空港までの距離が約 7358km の上空付近で機内食を食べました。やっぱり和食は美味しいですね。成田空港までの距離が約 2296km、 グアムを過ぎた上空付近で2回目の機内食が出てまいりました。ミートソースのスパゲティでしたがとても美味しかったです。オーストラリアメルボルン空港からフライト時間約10時間で成田空港に到着することができました。私はビジネスクラスの乗客の後機内を出ました。入国審査場まで距離がありましたので再生速度を上げております。こちらの免税店ではタバコを買って帰る方が多いですよね。この先で検疫並びに入国審査をします。入国審査を無事に通過した後、税関の前にスーツケースをピックアップしました。無事に税関を通過しまして成田空港第2ターミナル到着ロビーに着きました。この日はバスで東京シティエアターミナル通称 T キャットで都内に移動してホテルに泊まりました。次の日 T キャットからバスで羽田空港に行きました。旭川空港まで日本航空 JAL 便に乗りますので羽田空港第1ターミナルに来ております。私が羽田空港に到着したのが午前9時ぐらいでしたが、そんなに人が混んでおりませんでした。
私は JAL ファーストクラス専用入り口からチェックインしました。搭乗まで時間がありましたので、羽田空港国内線 JAL ダイヤモンドプレミアラウンジに行ってみました。こちらのラウンジは日本航空のダイヤモンドと JGC プレミア会員ワンワールドエメラルド会員が利用することができます。私は奥に見えます第3ターミナルを眺めながら食べました。おにぎりとクロワッサン、どちらも美味しかったです。はい、それでは羽田空港午前10時55分発旭川空港行き日本航空 JAL553 便搭乗開始します。今回私はクラス J 席に座りました。離陸の模様につきまして音声を入れておりますので、景色と音声でお楽しみください。羽田空港から北海道の真ん中旭川空港までの距離、飛行時間をモニターで紹介しております。羽田空港から旭川空港までの区間マイルは576マイルです。距離で約 927km です。今北海道旭川市上空付近を飛行しております。すごく景色が素晴らしかったので旭川空港まで長めに紹介しております。しばらくナレーションを入れませんので、旭川市内から旭川空港までの景色をお楽しみください。東京羽田空港からフライト時間約1時間40分で北海道の真ん中旭川空港に到着できました。私は飛行機のドアが開いた後、クラス J 席の乗客から機内を出ました。ここから再生速度を上げて手荷物受け取り所まで紹介しております。私はこちらでスーツケースをピックアップした後、旭川空港の到着口に出ました。あまり使わない到着口 B でしたので、旭川空港の気温計がある場所まで歩きました。撮影した日が8月中旬の午後1時前でしたが、気温が 28.4 度、メールボルンと比べて旭川暑かったですね。これで今回の動画は以上になります。5回にわたって紹介させていただきましたメルボルン旅行のダイジェスト映像をご覧いただきながらエンディングにさせていただきます。今回の動画ではメルボルン空港にありますプラヨリティパスを利用することができるレストランやラウンジを紹介させていただきました。私が搭乗しました日本航空 JL774 便は早朝でしたので一部のレストランしか行けませんでしたが、それでもお腹いっぱいになるほど美味しいものを無料で食べることができました。そして私は日本航空の上級会員でありましたので、同じアライアンスでありますカンタス航空のビジネスクラスラウンジやファーストクラスラウンジも利用することができました。ただ朝食時間にお邪魔したため朝食のメニューしか食べることができませんでしたが、それでも美味しい料理を食べることができましたし、大きなソファーでゆっくりくつろぐことができました。最後にメルボルン空港から最終目的地であります北海道の真ん中旭川空港まで日本航空便を乗り継いで移動しました。今回機内食も2回食べることができましたので、おじさんかなり満腹になりました。今回をもって
メルボルン旅行の模様をなんとか紹介することができました。メルボルンは素晴らしい都市でしたので、また行ければと思っております。今後旅行に行った際にはこのような動画を作成していこうと思っております。もし作成した際にはそちらの動画もぜひご覧いただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。メルボルン旅行の動画編集が大変だったので再生数伸びてほしいな。